はい、皆さんこんにちは、モノルです。今回はこちらスカフのベイラープロワイヤードっていうね、コントローラーをレビューしていきたいと思います。スカフのね、コントローラーっていうとかなり、高級なね、FPS ゲーマーには結構有名なコントローラーかなと思うんですけど、こちらはね、比較的、安い価格帯で手に入る Xbox 公式認定コントローラーっていうことでね、結構注目されてる方いらっしゃるんじゃないかなと思います。で、コメントとかでも結構ね、これレビューしてほしいですっていう話をね、多分2、3個コメントいただいたかなっていうことで、ちょっと取り上げていきたいなと思ってね、こちら、スカフのサイトからですね、購入して、で、輸入してくるっていうね、形になってね、それで、届いたコントローラーで、だいたい1週間くらいで届いたかなって感じなんですけど、スカフなんで、FPS ゲームで特にね、使っていけるコントローラーかなっていうところで、入手してみたんですが、なかなかね、このコントローラー、くせ者でした。一通りね、見ていった感じですね、かなり、期待を裏切ってくれたコントローラーかなっていうのが正直なところです。でね、かなり今回は検証とか端折ってね、何が問題なのかっていうところをちょっとお話ししていきたいと思います。はい、そしたらね、ちょっと、中身の方を見ていきたいと思います。まず外観ですけど、特に、見るべきところはないかな。あとに、いろんなね、スペックっていうかね、こんなことができるコントローラーだよっていうところが書かれているぐらいですかね。はい。中身はこんな感じですね。セーフティー&ワランティーインフォメーションということで、1年保証のね、簡単な冊子が入ってました。でね、こちらがすごく長い USB ケーブルっていうのが入ってます。これなんかな？ちっちゃな箱が入ってたんですが、これはあれですね、バックパドルの替えかな。そうですね、バックパドルを無効化することができるものが入ってますね。こちらがね、本体になりますね。はい。かなり見た目の質感はいいです。パッと触った感じ、ちょっとね、これ、トップのパネルは、よいしょ、こうやって外すことができるんですが、このパネル自体もね、ちょっとマットな質感のプラスチックになっていて、すごく触り心地もいいです。で、裏面の方には、ちゃんとね、ラバー製のグリップっていうのが、このね、ギザギザしたところに、こういうね、ギザギザしたところにはラバー製グリップがついてます。で、背面がね、4ボタン仕様ということで、ここのね、内側の2つの背面ボタンっていうのは、爪でこうやって持ち上げることで取り外すことができるようになってますね。なんで、先ほどついていたですね、無効化するための、こちらの、ものをこうやってね、入れてあげると内側のボタンは完全に無効化して、しかも辛い位置になるっていうね、そういう仕組みになってます。こういうところは本当にこだわりがあってすごくいいなって思いますね。ちょっとね、この背面ボタン自体ちょっと内側なんで、こうね、中指を移動して押さなきゃいけないということで、ちょっと押しづらいかなっていうところはあるんですけど、比較的ね、この背面ボタンの押し心地とかはすごくいいですし、タクトスイッチではあるんですけど、割とね、いいかなって気がしますね。で、トリガーストップは、はい。トリガーストップなしの時このぐらいのストロークです。普通のストローク量があって、押し心地もすごくいいですね。トリガーストップをオンにすると、はい、マウスクリックボタンに変化します。しかもストロークもかなりちっちゃくてね。で、押し込みはね、重めではあるんですけど、結構いいかなっていう気がしますね。はい。FPS ゲームではね、すごくいいこのトリガーストップっていうのがついてます。あと、ABXY ボタンメンブレンで十字キーをこれタクトスイッチかなって思います。スティックとかもね、かなり凝った質感のスティックになっててね、すごくいいですね。全体的にすごく質感は高いですね。こういうバンパーボタンのところとかもね、すごい凝ったちょっと傷のようにも見えるんですけど、デザインなんですよね、これが。トリガーのところもすごくね、おしゃれなデザインがされてていいですね。ものすごくクオリティの高い感じがします。で、ここのね、ボタンとスクロールができるっていうダイヤルが2つついています。これがね、オーディオジャックのいろんな
音量変えたりとかね、マイクの音量変えたりとかっていうことができるようなダイヤルっていうのがついているってことで、これがね、結構売りになっているコントローラーってことですね。スカフって書かれていてね、はい、ここまではすごく好印象ですね。はい、で、高さの違うスティックっていうのも入ってます。はい、で、先ほどのようにトップのパネルをね、外して、これを持ち上げてあげるとですね、はい、スティックが外れてきてですね、ここにこれを挿すことで、スティックの高さっていうのをね、変えることができるようになってます。はい、スティックの高さは標準の高さっていうのがこれぐらいで、高い方ではこのぐらいですね。標準でついてる方っていうのはへこみ型で、付属してる方っていうのはドーム型になってますね。なんでね、まあ標準の高さで使うのがいいかなとは思うんですけど、よいしょ。フリークの代わりにこっちの高い方のね、ドーム型を使うっていうのもありかもしれないです。ついてくるスティックとかもね、さすが、ね、選び方も、4本だけスティックつけるならこれでいいかなっていうね、ところで、よく FPS ゲームのこと分かってるなっていう気がするスティックになってます。せっかくね、こう中身の方見せてくれてるんで、ちょっとこのホールエフェクトスティックモジュールがどこ製なのか見たいんですが、K シルバー製ですね。ちょっとね、カメラでは難しいかな。どうだろう。はい、K シルバー製のホールエフェクトスティックモジュール。ロープロファイルじゃなくて、結構ね、フルサイズのホールエフェクトスティックモジュールが使われています。いいよ。これでかろうじて見えるかな。はい。で、ちょっと、PC につないでですね、ゲームパッドテスター見ていきたいと思います。はい、PC につなぐとですね、すぐには電源入らないので、この真ん中のボタンを長押ししてやると、はい、PC につなぐことができます。これでですね、はい。ゲームパッドテスター見ていきたいんですけど、まず、デッドゾーンが入ってます。ちょっと動かしたぐらいじゃ反応しないようにね、デッドゾーンが入ってます。5% ぐらいかな、感覚的には。そうですね。で、問題はこのデッドゾーンなんですけど、これね、現状私が調べた限りではですね、切ることができません。スカフ、本当にスカフって名前で出してるコントローラーなのかなってちょっとね、もうめちゃくちゃがっかりしたんですけど、これだけで、全くね、私このコントローラー使う気をなくしてしまってですね、これだって一応ですね、海外から輸入して99ドルぐらいで輸入してるんで、15,000円ですよね、ざっくり。こんぐらいの価格のコントローラーなんですけど、未だに15,000円するコントローラーでデッドゾーンが切れないって何なんだろうなっていうね。ちょっとね、びっくりしちゃいました。スカフって名前つけて売っていいコントローラーじゃないんじゃないですかっていうぐらいですね。もう、ね、最悪だなっていうね、正直な気持ちです。なんで検証とかちょっとね、やる気失せちゃってね、もうこれいいやって感じなんですけど、そういうわけでですね、とりあえずですね、スカフのね、このベイラープロに関しては現時点で、特にファームウェアのアップデートとかですね、設定ソフトとかも、来てないので、全く、使うっていうかね、購入することはお勧めしないですね。FPS ゲーム以外でもですね、モンハンとかなら、ちょっとはね、使ってはいけなくはないかなっていう気はするんですけど、カジュアルな RPG ゲームとかですね、では使えなくはないんですけど、それだったらわざわざスカフのコントローラーを使う意味っていうのもないと思うんで、スカフのコントローラーを買う層っていうのは多分 FPS ゲームをね、やる層がメインになってくるのかなと思うんで、このコントローラーっていうのはね、全く、購入するに値しないっていう風に私は感じました。以上ですね、スカフのベイラープロっていうことでね、私はもうこうそっとしまってね、もう使うことはないかなっていうね、今後ちょっとアップデートとかね、デッドゾーンが切れるとかそういう話が、出てきたらまたもしかしたらちゃんとレビューするかもしれません。はい。よろしければね、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。以上、モノルでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。